皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI ブームが投資家、労働者、規制者、安保関係者に同時に踏み絵を突きつけた1週間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ここ数日の AI ニュースを並べてみるとちょっと不思議な景色が見えてきました。同じ週に AI で1000人を超えるレイオフを発表した会社とAI で時価総額が1日で数兆円増えた会社が同居していたんです。クラウドフレアは5月7日に1100人、つまり全社の 20% にあたる人員を切る発表をして、株価は時間外でマイナス24%下落しました。一方、その同じ週にソフトバンクグループは1日でプラス 18.4%、2020年以来最大の上げ幅を記録し、日経平均は最高値、S&P500 は29日間で10兆ドル増えました。このニュース、実は単なる相場の浮き沈みではなく、 AI ブームが実体経済の踏み絵を踏まされ始めた節目なんです。なぜなら雇用、株価、規制、安全保障という社会の4つの柱に対して同じ週に正反対の方向の答えが出されたからです。 AI ってこのまま順調に伸びていくの？それともどこかで折り返すの？と思われていた方にとって、この1週間はその答えの一部が一気に出揃った節目になります。今日はまずクラウドフレアのレイオフから、次にソフトバンクと NVIDIA アイレンの急騰、続いて米国防総省と政権の規制動き、そして EUA アクトの延期、最後に私たちの仕事と投資にどう影響するかを順番に見ていきます。ではセクション1、5月7日のクラウドフレア決算ショックです。クラウドフレアはウェブサイトを高速化し、サイバー攻撃から守るアメリカのインフラ企業です。5月7日に出した2026年第1四半期決算は売上6億4000万ドルで予想を超えました。それでも株価は時間外でマイナス 24%、つまり4分の1近く下落しました。理由は2つあります。1つ目は第2四半期の売上ガイダンス、つまり会社が出した次の四半期の見通しがプラス 30% で、第1四半期のプラス 33.5% から減速したこと。2つ目は調整後の粗利率が 72.8% とこれまでで最低だったこと。そして CEO マシュー・プリンスは合わせて約1100人、全社の 20% を整理し、エージェンティック AI ファーストオペレーティングモデル、つまり AI エージェントが主役の会社へ全社をシフトすると宣言しました。 AI ブームの真っ只中で AI で会社を作り変える企業の中から最初の大型レイオフが出たことになります。 AI への投資は減らず、むしろ加速しているのに人だけが減るという景色がここで見えてきます。続いてセクション2、その同じ週のソフトバンクグループとアイレンの急騰です。ソフトバンクグループは5月7日1日でプラス 18.4%、 2020年以来最大の上げ幅を記録しました。背景にはオープン AI の評価額が8520億ドル、つまり約120兆円規模に到達したこと、ソフトバンク G がアームを 90% 保有していること、200億ドル規模の追加マージンローン、そしてオープン AI が122億ドル規模で増資を進めていること、こうした追い風が一気に重なりました。アームは1な3月期の純利益が前年同期比プラス 49%、売上プラス 20% で四半期過去最高、株価は1ヶ月で約 60% 急騰しました。さらに同じ週、オーストラリアのアイレンは NVIDIA との間で最大5ギガワット規模、総額21億ドルに達する AI インフラ提携を発表し、株価が急騰しました。コアウィーブも第一四半期売上が前年比プラス 112% の20億8000万ドル、受注残は994億ドル、メタが210億ドル追加コミット、アンソロピックも複数年契約を締結しています。クラウドフレアが人を切っている同じ週に
AI インフラ企業は数兆円単位で受注を積み上げているわけです。 S&P500 は29日間で10兆ドル増、半導体 AI 株の上昇率は 100% 超という投稿がもう流れました。 AI で損する会社と AI で爆益の会社が同じカレンダー週に並んだ象徴的な数字です。次にセクション3、米国防総省、つまりペンタゴンとトランプ政権の動きです。ペンタゴンは5月8日にスケールエリアの契約を1億ドルから5億ドル、つまり5倍に拡大すると発表しました。スケール AI はメタが出資するデータラベリング企業で AI モデル訓練の裏方として軍事用途にも食い込んでいます。同時にペンタゴンが5月1日に出した機密ネットワーク向け発射認可、これには Amazon、Google、Microsoft、Nvidia、OpenAI、SpaceX、リフレクション、オラクルが含まれていますが、アンソロピックは引き続き除外されたままです。アンソロピックがクロードのオールローワルユース、つまりあらゆる合法な用途への提供を拒否したことが原因とみられています。AI の安全方針が軍と金融という現場で違う方向に分岐し始めているわけです。同じ5月8日、ホワイトハウス国家医財会議のケビン・ハセット委員長がフェデラルニュースネットワークで興味深い発言をしました。トランプ政権が AI モデルに対して FDA 型の安全認証、つまり医薬品認可と同じレベルの事前安全性証明を求める大統領令を検討中だというのです。これが実現すると、新しい AI モデルをリリースする前に政府の安全性証明が必要になります。州法を抑え込む12月の大統領令に続く AI 規制の第2弾という位置づけです。セクション4、ヨーロッパの動きと海外 X でのバイラル投稿です。同じ5月7日、欧州理事会と欧州議会は EUA アクトの高リスク AI 規定を最大16ヶ月延期する政治合意に達しました。8月2日施行予定だった規定の本格適用が遅れ、規制サンドボックス、つまり施行用の限定運用区画の設置期限も2027年8月2日まで延びます。一方、罰金体系は売上の最大 7% という強烈な水準を維持します。規制を緩めるが牙は抜かないというメッセージです。海外 X で象徴的だったのはアットアダムス・コクランの投稿で14,282ライクスを集めました。コインベースの CEOブライアン・アームストロングが非エンジニアのチームが AI を使って本番コードを直接プッシュできるようになったと発表した、まさにその直後にコインベースで取引所の障害が発生したという皮肉です。 AI で生産性を上げるという美しい話のすぐ隣に AI で品質が崩れるという現実が同居している。本日のテーマ、踏み絵を一番わかりやすく示した一場面でした。最後にセクション5、私たちにとって何が変わるかです。日本の視聴者にとっての示唆を3つにまとめます。1つ目、お勤め先で AI ファーストエージェンティックという言葉が出始めたら、それは生産性向上の話だけではなく人員構成見直しの予告でもあると意識する必要があります。クラウドフレアの1100人レイオフは海の向こうの話ではなく、日本企業でも近い将来決算と一緒にレイオフ計画が出てくる可能性があります。2つ目、 AI 関連株の急騰はソフトバンク G がプラス 18.4%、 アームが1ヶ月プラス 60% という水準まで来ています。日経平均の上昇のかなりの部分が AI 銘柄釣れ高で、ハイベータ、つまり値動きが大きい銘柄に資金が集中している状況です。 X 上でも S&P500 の長期積立投資家が AI バブル崩壊で資産 70% 超損失したらどうするという投稿が流れていました。投資対象が AI 編中になりすぎていないかを点検する週末になります。3つ目、 AI 規制が事前認証型に向かうかどうかは日本企業の海外展開にも直結します。
米国で FDA 型認証が導入されれば、日本のメーカーが提供する AI 機能の輸出にも新しいハードルがつくかもしれません。投資、雇用、規制、安保、同じカレンダー週に4つの方向の踏み絵が同時に下ろされた。これが2026年5月7日から8日の景色です。まとめます。この1週間は AI 経済が過熱と整理を同時に体験した踏み絵の週でした。クラウドフレアは1年100人レイオフ株価マイナス 24%、ソフトバンク G はプラス 18.4%、アームは1ヶ月プラス 60%、アイレンと NVIDIA は21億ドル提携、ペンタゴンはスケール AI への契約を5倍化、トランプ政権は FDA 型の AI 安全認証を検討、EUAI アクトは高リスク条項を16ヶ月延期。 AI ブームは実体経済から雇用規制安保まで同じ週に正反対の答えを出されながら確実に次のフェーズに進んでいます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で